はい、こんにちは、梅野です。本日はアジサイを撮っていきたいと思います。はい、まず1枚目はここ撮っていきましょう。ここ数年アジサイを撮りに来た時は雨の日ばっかりでしたので、今日はもう何年ぶりかの晴れの日にアジサイを撮りに来ることができましたので、できるだけ光が当たっているところを撮っていきたいと思います。ただまず1枚目はここのアジサイを撮っていきます。手前に大きいアジサイがありますので、こちらを前ボケに使ってその後ろにメインのアジサイを配置して撮っていきましょう。シンプルにも手前に前ボケを持ってきて、後ろのアジサイを3分割の左下の交差点に配置して撮ってみましょう。でただこうやって撮るよりも、前ボケを使うこととカメラ初心者の方でも使いやすい3分割構図を使うことで、写真のクオリティが簡単にアップしますので、そういう写真を撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。前ボケを使いつつ背景もボケさせていきたいので F 値は 2.8 に設定しました。シャッタースピードはさっき晴れてた時は250分の1秒ぐらい出てましたので、ISO感度は100で OK です。露出はプラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は左下のアジサイのど真ん中にピントを合わせて撮っています。まず F 値 2.8 に設定したことで、手前にあったアジサイは完全にボケて白い光の塊みたいになっています。前ボケがあることで写真に奥行き感を感じさせることができますので、お花を撮る時とかは積極的に狙っていきましょう。でここが木漏れ日が結構落ちているところになってまして、太陽の光が直接きつく当たっていませんので、普段みたいに露出を落としたりハイライト重点速攻を使ったりすることなく、綺麗な露出で撮れています。で右側の前ボケが結構明るく撮れましたので、背景は黒いんですけれどもちょっと明るい雰囲気を出した写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここのアジサイを撮っていきましょう。まだ咲きかけのアジサイなんですけれども、ちょっとちっちゃくて可愛いかなと思ったのでここを撮っていきます。でここも前ボケを使っていくんですけれども、今回はちょっと自分がしゃがんだ状態で撮っていきまして、横構図で撮ってしまうとちょっとここの何でもない空間であったりとか、手前のこの葉っぱとかが映り込んでしまいますので、ここはちょっと望遠を使って縦構図で切り取って撮っていこうと思います。で今回は手前のここの前ボケに使うこのラインを使って、黄金螺旋構図やったかなで使って、こうくるんときてメインの被写体がここにあるっていう、一番こう人間が心地よいと感じるバランスの構図を使って撮っていくんですけれども、初心者の方でも真似しやすいのは1枚目で使ったのと同じような3分割構図、こう来てでここ手前の前ボケと後ろのアジサイのところ、これ3分割の構図に当てはめる、それだけでも綺麗に撮れますので、ちょっと黄金螺旋構図はどういう風に撮っていいかわからないという方は3分割構図も試してみてください。そしてここの手前2つはボケさせて、このラインが分かるようにして撮っていきます。でこの斜めのラインからこうくるんと来た先のところにピントを合わせるアジサイを配置して撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。奥のお花をアジサイの花を横から撮っていきますので、あんまり F 値を低くしすぎると、手前だけピントがあって真ん中付近から奥の方はもうすぐボケてしまうということになりますので、ここは F 値4にちょっと絞って撮っていきます。で背景がちょっと暗いところなのでシャッタースピードが落ちてしまいます。なのでここの ISO 感度を400に上げてシャッタースピードが
100分の1秒出るように設定してみました。でここはさっきに比べると太陽の光がきつく当たっていますので、ハイライト重点速光を使って白飛びを防ごうかと思ったんですけれども、ハイライト重点速光に設定すると手前の前ボケに使いたいアジサイが真っ暗になってしまいますので、ここは露出だけをちょっと下げて、白飛びを防ぎつつ前ボケがちゃんと分かるような設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は奥のアジサイのちょっと根元のところにピントを合わせて撮っています。でまず僕が撮ったのが、黄金螺旋構図の写真になってまして、手前の前ボケのラインからこうくるっと回ってピントが合っているアジサイを配置するような写真になっています。こうすることで、人間が、心地いいという感じるような構図になっていますので、もう写真を見てこうすんなりと、撮りたかったものとか、意図が分かりやすい写真になっています。でこっちの方が、3分割構図を使った構図になってまして、配置としてはちょっとした違いなんですけれども、こっちの方は、初心者の方でももう簡単に撮れる写真になりますので、まだちょっと黄金螺旋構図とか他の構図は難しいよっていう方はこの3分割を使ってバランスよく撮ってみてください。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの白いアジサイを撮っていきましょう。ここは木漏れ日が当たってまして、で明るいところとちょっと動画じゃわからないですけど影になっているところがありますので、ここをちょっと極端な露出の設定で撮っていきたいと思います。そうすることで光が当たっているところは綺麗に白色が出まして、で余計な部分は影になっているところが真っ暗になりまして、色の綺麗さとか、ディティールの綺麗さっていうのを目立つような写真にしていきたいなと思います。で風が吹くことによって木漏れ日も動きますので、こういう時はカメラの設定を連写に設定してガシャガシャっと撮ることで、一番綺麗だなと思う光の当たり方をした瞬間の写真を選ぶことができます。で今回は、もちろんここの白いお花に当たっている光の影もそうですし、背景の葉っぱの緑、ここも光が当たって一部だけこう緑が分かってくれると綺麗な写真になってくれると思いますので、ちょっと連写で撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。今回は日の丸構図を使ってアジサイだけを撮っていきますので、 F 値は 7.1 まで絞ってアジサイのお花全体にピントが合うように設定してみました。シャッタースピードが F 値を絞った分遅くなりますので、 ISO を200まで上げて、だいたい80分の1秒出るような設定にしています。で影を暗くして撮っていきたいですので、露出はそのままなんですけれども、速光モードをハイライト重点速光に設定して白い花びらの白飛びを防ぎつつ、それ以外の影になっているところはできるだけ暗くして撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。まずピントの位置はアジサイの花の手前の方にピントを合わせて撮っています。そうすることで、一番目につきやすいアジサイのお花の手前の部分、そこのディティールがはっきりしますので、ここにピントを合わせて撮りました。で背景の方は微妙にボケていっているんですけれども、手前の方にピントを合わせて F 値 7.1 にしていることで、シャープな印象を受ける写真になったんじゃないかなと思います。で光の当たり方が、いい感じの瞬間を連写で狙って撮りまして、アジサイのところの、明暗さもそうですし、背景の葉っぱのところ、そこにもちょろっと光が当たってくれることで緑色の要素も追加することができています。で今回はこの光の明暗さの綺麗さとアジサイのこのシャープさ、明暗さによって生まれるこのシャープさをメインに撮りたかったので、構図はシンプルに日の丸構図を使っています。そうすることで、被写体の強さというかそういうのを表現できますので、今回は日の丸構図を選んで撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。
手前に大きいアジサイがありまして、その真ん中のところの奥に咲きかけのアジサイがありますので、ここを取っていきたいと思います。手前の両端が背が高くて、取りたいアジサイが背が低くなってますので、ここは M 字構図を使って取っていきます。そうすることで両脇が高くて真ん中が低くなりますので、そこに目線を誘導させることができます。はい、カメラを設定していきます。手前の両脇のアジサイはボケさせても OK なので F 値を 2.8 に設定しました。手前をボケさせることで、M 字のラインと奥行き感を表現することができると思います。シャッタースピードは1250分の1秒出てますので、ISO 感度は100で OK です。手前が明るすぎましたので、露出をマイナス 1.0 まで下げて、速攻モードはマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真はこんな感じになります。ピントの位置はど真ん中のアジサイの花びらの部分にピントを合わせて撮っています。構図は M 字構図を使いまして、両脇のところが背が高くて、ピントを合わせたアジサイのところが低くなるように撮っています。そうすることで M 字のラインの部分がリードラインとなりまして、目線誘導させることができるのと、F 値を 2.8 に設定しましたので、手前のお花は軽くボケてくれましたので、奥行き感を感じさせる写真になったかと思います。火が強くて結構テカテカしてるんですけれども、ハイライト重点速攻を使ってしまうと、ピントを合わせたアジサイのところも暗くなってしまいますので、ここは露出をマイナス 1.0 に下げることで、全体の明るさのバランスを見て撮影してみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。真っ白なアジサイがありまして、この色が綺麗だったので、ここを撮っていきます。でここだけ撮ると、今まで撮ってきた写真と大体同じ感じになるんですけれども、もうちょっと足元の方を見てみると、ここに枯葉が落ちていまして、土の色とこの枯葉の黄色であったりとかオレンジ、茶色っていう色があります。でここも木漏れ日が当たってて綺麗なのと、白いお花をメインにすることでここの色味が目立つと思います。他の色味、茶色とか落ち着いた色味があって目立ちまして、この色と白色を一緒に撮ってあげることで、アジサイの白さの、美しさ的なのがより目立つかなと思いましたので、ここはハイアングルで撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。アジサイと地面の位置が結構離れてますので、F 値16まで絞って撮ることで、アジサイにピントを合わせても地面の葉っぱとかの感じが分かるように撮れるかと思います。シャッタースピードがだいぶ遅くなってしまいますので、 ISO640 まで上げてシャッタースピード125分の1秒出るように設定しました。でここもハイライト重点速攻を使ってしまうと、アジサイの露出は綺麗に撮れるんですけれども、地面の方は真っ暗になってしまいますので、露出をマイナス 0.3 に少し落とすことで白いアジサイの白飛びを防ぎつつ、地面にある葉っぱとかも明るく映るように設定してみました。速攻モードはマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は白いアジサイの一番手前の部分の花びらにピント合わせて撮っています。F 値は16まで絞って撮りましたので、地面とアジサイの位置は結構離れているんですけれども、地面に落ちている葉っぱも分かるぐらいの描写になっているかと思います。で地面の土の色であったりとか枯葉のオレンジとか茶色の色が入っている中に完全に真っ白なアジサイが入っていますので、白色の綺麗さが際立つんじゃないかなと思います。で地面の部分も火が全部当たってたりとか完全に暗かったりすると全然映えないんですけれども、木漏れ日がいい感じに落ちてくれていますので、全体を見せるんじゃなくて
ちょっとチラ見せしてくれていることで写真の雰囲気がいい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。はい、本日はアジサイの撮り方をご紹介しました。最近は雨の日が多かったですので、雨と絡めたアジサイの撮り方をご紹介してたんですけれども、今年は久しぶりに晴れましたので、光の加減を使ったアジサイの撮り方をご紹介しました。写真の構図の方も3分割構図と日の丸構図をメインに撮影しましたので、カメラを始めたばっかりの方でも真似しやすいと思いますので、今シーズンアジサイを撮りに行った時は是非真似してみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the